こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず、市場に影響ありそうなところでは、セルシウスが2度目の債券者分配実施を発表しています。額としては 1.27 億ドル相当となっています。ビットコインまたは USD での分配となってますね。1億ドル相当ですけども、一応売り圧ファンダとして見られるのかなと思います。あと昨日の米国の ETF のフローは米市場が祝日だったんでお休みとなってますね。ビットコインの価格は現在95,400ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では韓国の中銀政策金利、ユーロ景況感指数、そして先ほど日本の CPI、雇用統計などがありました。米市場が祝日で大きな動きはないんですけども、日本の CPI雇用統計発表以降ですね、ドル円は150円台となってまして、さらに円高、米ドル安傾向となっています。個別株の方では、マラホールディングスが転換社債発行で10億ドル調達した分の 6474BTC 買い増しを発表。メタプラネットがビットコインを買い増すための6200万ドル分の新株予約権発行を発表しています。メタプラネットは2000円台キープとなってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.61%、額としては605億ドル相当、比率として全体ではショートが 50.1%、バイナスミはロングが 51.6% と若干下寄りになっています。今後の指標としては、11月29日にユーロ HICP 各国の実質 GDP、11月30日に中国の PMI、12月2日に米国各国の PMI、ユーロ雇用統計などが控えております。他アナリストの見解ではですね、トランプ政権の動きから今後米企業のビットコイン買いが増えるとか、あとはビットコインのデリバティブの需要がさらに増すとか、あとは仮想通貨市場が今後も盛り上がることを想定すると、ステーブルの需要が現在の10倍になるというですね、ビットフィネックス、スタンダードチャータード銀行らの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では、米株と比較してまだビットコインが強いことから、祝日中も上向いて再度10万ドルの攻防に向かうのではないかと。なので昨日の95,949ドルよりも上という予想でした。結果としては市場全体ほぼ動きなくですね、ビットコインはじり下げした展開となってまして、判定時刻の11月29日 AM6 時点のビットコインは94,820ドルということで、昨日の95,949ドルよりも下なんで外れです。この前のミスがなくても結局ここで外してたっていうね。はい、では明日の予想ですね。指標としては各国の実質 GDP が控えてまして、米市場も後半休みとなってます。今回祝日中に上げなかったのを見て、売り圧が強まるんじゃないかなと思ったんで下ですね。なので11月30日 AM6 時点のビットコインは現在の95,538ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては各国の GDP が本日16時から発表となってまして、またタイドルの動きが注目されると思います。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3557ドル、BTC 建ては 0.0372 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.2%、額としては235億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.9%、バイナスミはロングが 73.9% と下寄りになっています。先日から ETF の方にも流入が見られるようになりまして、ドル建て、BTC 建てともに維持となっています。チャート的にはまた3600ドルの攻防になってますけども、ここを抜けて4000ドルの攻防に迎えるのか注目ですね。あとその他の動向では、ロシアの仮想通貨税 15% 法案が上院で可決されています。取引とマイニングに 15% 課税する法案となってまして、付加価値税が実質免除となっています。あとはバイナンスの元幹部がバイナンスを提訴しています。当初バイナンスはですね、業績不振のため従業員を解雇したと発表してたんですけども、この元幹部の主張によるとですね、社内で賄賂の受け渡しがあったことを告発した後に不当解雇されたということで、今回バイナンスを訴えてますね。あとは取引所の XT が170万ドル相当のハッキング被害を報告してます。XT はですね、当社のプラットフォームウォレットから異常な送金を検出しましたと、ユーザーに影響はございませんのでご安心くださいと X に投稿しています。XT の準備金は顧客資金の 1.5 倍、4770万ドル相当とされてまして、今回の被害で閉鎖に追い込まれることはないと見られてますけども、こちらもその後の進捗に注目ですね。あとは日本の金融庁が無登録で運営している海外取引所に警告を出しています。対象としてはクーコイン、ビットキャッスル、バイビット、MXC、ビットゲットですね。
これは昨日 X 上で相当話題になってました。またね、日本人が締め出されて日本法人が誕生するとか、あとは日本の取引所がひどいから海外使ってんだろうとかね、いろんな意見が出てましたけども、私としてはこの措置はね、かなり遅い方じゃないかなと思いました。最近のね、オンラインカジノの件もそうですけど、1、2年前からね、あってもおかしくない動きだと思います。これ以上言うとね、また批判が出そうなんで、機会あったらメンバーシップの方で話そうかなと思います。あと、アルト関連では、バイナンスで上場廃止となったギフトが、トークンの総発行枚数を2倍にして売却したことが観測されています。当初の供給量は10億ギフトだったんですけども、そこからさらに12億ギフトをミントして各取引所に送金したとされてますね。トークンの価格も暴落してます。で、運営はですね、トークン契約が侵害され、トークンが異常発行されたと、他社の仕業だと発表してます。これはね、近年稀に見る激ヤバムーブです。なかなかないですね、これはね。まだね、真実は分かりませんけども、こちらの今後の進捗にも注目ですね。あとはセロが来年の1月16日に L2 への移行を発表してるんですけども、コインベースがセロの L2 移行はサポートしないと発表したことが話題になってます。要は上場廃止ですね。で、この発表に対して界隈ではですね、セロの L2 移行は1年前から決まってたのに、なんで土壇場になってこんな決断になってんだとか、あとはコインベース側にたくさんの L2 をサポートするリソースがないんじゃないかとか、あとはコインベース側が展開してるベースチェーンとなんか関係があるんじゃないかとかね、様々な憶測が飛び交ってます。で、現状セロはそこまで下がってないんですけども、こちらの今後の動きにも注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連では、ステーブルコイン決済アプリのブリープが230万ドル調達、ハイパーリキッドが本日トークンリリースとなってます。ハイパーリキッドのトークンがどういう価格をつけるのか見ものですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。